はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ、豊です。はい、皆さん、今日も美味しいコーヒー飲んでますか？今日もね、美味しいコーヒーを作るために、電動グラインダーの話をしていくんですけども、こちらです。はい。まず、なぜこの電動グラインダーの動画を撮ろうと思ったか説明させてもらうと、手引きから電動グラインダーにグレードアップしようかなと思っている方に向けて参考になればいいかなと思って今回この動画を撮ろうと思ってます。手引きももちろんいいんですけどもね、風情があって豆一つ一つの硬さというか砕いてる感じを感じながらコーヒーを入れていく、とても素晴らしいです。聞いてる時に漂ってくる香りもものすごいいいんですけども、しかもそのコーヒーを入れてる実感もものすごい湧くと思います。ただ一度にたくさんの量を引いたり何倍も何倍も作るってなったらちょっと大変ですよね。で、それに浅入りの豆っていうのは基本的に深入りよりも硬いのでより大変なんですよ。そういった経験をされている方だったら電動どうしようかなって考えている方がいるかもしれません。なので今回はね、この電動グラインダー果たしてどんなものなのかっていうのを紹介していきたいと思います。まず本日の大まかな流れを説明すると、電動グラインダーってどういうものか、それのメリットについて今後で喋っていきたいと思います。で、次に今回紹介するのはこのフェローさんっていうメーカーさんなんですけども、このメーカーさんがどんなメーカーなのか、このグラインダーがオプスかなという電動グラインダーなんですけども、その特徴を説明していきます。で、その後にその実際に弾いているところを見て、僕が実際に使ったところの感想も交えてメリットデメリットを伝えていきます。最後にどんな人が向いているのかっていうのを話していきたいと思いますので、本日もどうぞよろしくお願いします。はい、それではね、電動グラインダーのメリットについて話していくんですけども、まず何と言ってもこれが最大のメリットだと思うんですけども、楽楽ですさっきも言いましたけども、手引きで浅煎りの豆をするときって力もいるし、何杯も何杯も作るってなったときに結構ね、大変だったりするんですよ。なので電動グラインダーがあることによって毎日コーヒー入れるのがとても楽になります。で、その楽になったことによってよりコーヒーが美味しく感じる場合もあります。なのでちょっと疲れてるからインスタントにしようみたいな感じになっちゃうかもしれません。それが電動グラインダーがあることによって、電動グラインダーがあるしみたいな感じで豆をねバッて入れてガーッと引いて、で、コーヒーメーカーがあればコーヒーメーカーにね突っ込んでもいいですし、楽になります。それと時短になります。よくタイムイズマネーっていう風に言いますけども、タイムイズライフだと僕は思ってるんで生命を消費して時間を過ごしているので、時短というのはものすごい大きなメリットじゃないかなとは僕は思ってます。なので時短もとても大きなメリットです。なのでこの2つ、とても楽になることで時短になること、この2つが大きなメリットです。で、ここで電動グラインダーにも大きく分けると3つなんですけども、その中の2つを説明します。そのもう1個の1つっていうのは、プロペラ式なんで、あれはちょっとあまりお勧めできないものなので、フラットバっていうのと、フラットとコーン式の2つを説明していきます。今回のこれはコーン式っていうんですけども、中に臼みたいなのがあって引いていくものと、フラットバっていう平らな刃を高速回転させて引いていくやつなんですけども、こちらのグラインダーに関してはコーン式といって比較的回転数がゆっくりなのでコーヒーの粉に熱が持ちにくいというのがあります。ただその分回転がゆっくりなので少し若干遅めです。引き終わるまでが。で、いつも使っているこちらのハンドドリップ用の電動グラインダーに関しては一番ものすごい速いです。だから高速回転なんで少し熱が持ちやすいかなっていう違いがあります。どちらがいいか悪いかというよりかは、用途によって変わってくるかなと思います。なので電動グラインダーを考えている人が一番に考えていることというのは多分楽をしたいで時短をしたいというこの2つだと思うので、はい。なのでその2つが大きなメリットでございます。はい、それではね、こちらの今回紹介するこのフェローというメーカーについて軽く紹介します。このフェローというのは2018年に設立した会社で、比較的新しいですね。その時の創立者が市場にかっこよくて使いやすいコーヒー器具がない
ということで、なければ自分で作ろうということで、いろんなコーヒー器具を作っています。はい。で、なので、これも結構スタイリッシュな方だと僕は思ってますけども、黒を基調にしたスタイリッシュなコーヒー器具が多いと思ってます。このグラインダーもありますし、ハンドドリップのケトルも僕が使ってるのとちょっと違うんですけども、ハンドドリップのケトルも作ってます。最近ではエスプレッソマシーンも作っていて、様々なコーヒー器具を作っている会社です。エスプレッソマシン結構かっこよくてスマートな感じなので、ちょっと僕も欲しいかな、ちょっと次買いたいなと思っている、狙っているエスプレッソマシンではあります。はい。コーヒーを趣味として楽しむ人に向けたりとか、日常に馴染んで楽しむ人に向けて、どっちにも寄り添っているようなコーヒー器具を作っているメーカーという印象ですね。今回紹介するフェローのオプスという電動グラインダーの特徴を具体的に説明していきたいと思います。まずはですね、効き目の調整幅がものすごい広いということ。41段階の効き目の調整ができて、コーヒーの抽出の中で一番細かく砕くエスプレッソから比較的粗めに効く水出しコーヒーまで全ての効き目の調整ができる引き目の幅、調整幅です。なので、今日はエスプレッソ、明日はハンドドリップ、で、明後日はエアロプレスみたいな感じのことも容易にこれ1台でできてしまう優れものです。これ1台で幅広く使えるのが一番の魅力だと僕は思ってます。で、次にお手入れのしやすさっていうのもものすごくしやすくなっていますね。後で実演はするんですけども、蓋を外してとかできるんで、すんごい楽です、正直。ものすごい簡単に外せるので、とても複雑ではないので、初心者の方でもものすごく安心して使える電動グラインダーですね。一つ注意してほしいのが、グラインダー。これ全部コーヒーのグラインダー全てだと思うんですけども、水洗いはしないでください。本体はもちろん電気部品なんで、本体はもちろんなんですけども、薄の部分、外せる薄の部分っていうのも、ここですね。この薄の部分っていうのも水洗いはしないでください。基本はこういったブラシであったりとか、エアを吹きつけるもので、残った粉とかを吹き飛ばして清掃をしてください。分解ができるイコール丸洗いができるっていうわけではないので、そこだけ気をつけてください。はい、それでね、次に、これ公式のサイトに書いてあったんですけども、静電気低減機能がついてます。静電気を抑えるための設計があるんですよね。この受けの周りとか、シルバースキンとか、微粉がくっついてっていうのが比較的起こりにくい風な設計にはなっているらしいです。ただ正直に言うと、その静電気はゼロではないので、豆の状態やその湿気具合がそれなりに残ります。これはこのオプスに関わらず、電動グラインダー全般に言えることだとは思います。機能面なんですけども、ボタンは1個だけです。これ、ボタン1個だけでグラインダーのオンオフを操作するんですけども、この押す回数とかでタイマーが働いて、豆の引く量とかを自動で調整することもできます。なので、僕みたいに毎回豆を測ってっていうのをやりたくない人でも、1回押したら30秒引くので、30秒引いた豆の量で毎日入れてっていうのもいいですし、1回押すと30秒、2回連続で押すと60秒、3回押すと90秒、1分半ですね。で、長押しにすると2分間。この4段階の引く秒数をこのボタン一つで操作することができます。なので、細かいグラム数とかを考えずに、ここの多めの豆を入れて、秒数で引く豆の量を決めるというやり方でも対応できるグラインダーです。細かい話になるんですけども、この蓋の裏にエスプレッソ、エアロプレス、ハンドドリップ、フレンチプレス、コールドブリュー、水出しですね。で、コーヒー。ここで調整するんですけども、このどの位置に調整するかっていうのがここに全部書かれています。そして気になるのが、この蓋の仕切りなんですけども、なんと、これ僕初めて気づいたんですけども、この上の小さいところに豆を入れるとだいたい 20g。で、こちらの広いところに入れるとだいたい 40g という風な設計になっているらしいです。後で試してみましょう。
なので、初めて使う方でも安心して、だいたいこれぐらいが、僕の場合だいたい7ぐらいですね。7ぐらいがハンドドリップで、エスプレッソは1で設定はしてます。エアロプレスの場合はその間ぐらいですかね。4ぐらいでいいと思います。はい。そんな感じでね、調整ができますし、楽なんですよ、本当に。この調整だけなんで、とても楽に調整できます。で、この受けの部分、実は2種類ありまして、こっちが小さい方が、エスプレッソ用ですかね。でこっちがハンドドリップとか、エスプレッソ以外のものはこっちで使ってます。はい。ではね、実際にね、使っているところをお見せしたいと思います。はい、それではね、実際に近くで見てみたいと思います。まずは、操作なんですけども、1が細かくなってきて、数字が大きくなればなるほど粗くなってきます。11のメモリまでありますね。で、その蓋の裏に、英語で書いてるんですけど、エスプレッソとかね、エアロプレスとか、このプアオーバーっていうのがハンドドリップですね。ハンドドリップの範囲結構広いんですけども、僕はこの7あたりで使ってます。で、コーヒーメーカープラスカッピング使うときはこれですよ、みたいな。で、コールドブリューが10から11ですね。で、ここに入るのが 20g。ここに入るのが 40g みたいなんで、実際にね、検証していきたいと思います。では、まず、ドミニカ共和国の豆です。今回使ってるの。はい。ではね。はい。なるほどね。こう平らにしたときに、これくらい、豆の種類によって変わるんで、これがドミニカ共和国の 20g です。次、エチオピアやってみようか。これ 20g ね。はい。ちょうどこのね、仕切りが平らになるくらいな位置ですかね。これが 20g です。じゃあ次ね、この大きいところ 40g やってみましょうか。こんなもんかな。はい。40g。ちょっと、これぐらいが 40g の感じです。はい。これエチオピアのね、豆の 40g。多分ね、ドミニカのやつだとね、ちょっと溢れそうなイメージなんですけども、こんな感じ。ちょっと仕切りよりもちょっと上かなって感じ。これが比較的豆の大きめのやつの 40g。だいたいね、これで計算ができるというか、豆の量がわかるっていうのは、ちょっと優しい設計ですよね。はい、続いてはね、実際に引いていくんですけども、そうしましたら、エスプレッソ用の引き方をちょっと伝えたいんですけども、エスプレッソ、ポルタフィルターを使うんですけども、エスプレッソはね、こちらのこいつをつけた状態でセットします。そして、先ほどのドミニカを、じゃあ、いつも通り、これは9g かな。豆を、まずは入れます。で、閉めます。で、エスプレッソは一番1の1ですね。ダジャレではないですけども、1のところにして、で、押します。1回押すと30秒です。で、音聞いてもらうと、意外と静かなんですよね。で、自動で止まります。はい。素晴らしいですね。はい。それで、こいつを出して、で、ここにリングみたいなのがついているんですけども、これを、はい、このリングをつけた方がやりやすいんで、このリングをつけまして、反対にします。で、これをホイッと逆さにすると、はい。こんな感じでね、はい、綺麗に入ってきます。で、たまにね、ちゃんと落ちてない時があるんですよね。ほら、やっぱり、はい、僕がちょっと気になっているところの一つです。はい、ちゃんと落ちない時があります。
んな感じでね、入れていきます。はい、こんな感じでね、エスプレッソのポルトフィルターに移すことができます。ここね、磁石が実はあって、こう、下の、勝手に位置を合わせてくれるんですよ。なので、いいかな。ちょっと。なので、これも結構便利なところですね。調べていくと、ここの中に豆のホッパーの中に、なんと 110g の豆を入れることができると書かれてたので、それをね、ちょっとね、検証していきたいと思います。本当に入るのってちょっと思ったんで。はい、ではね、110g、本当に入るのかどうかです。まあちょっと大きめのね、ノリニカの使って、これです。本当に入るのかなーって感じですけどね。いただきます。110g 入れると、いける。いけますね。これで閉まるかどうか。閉まりますね。110g いけました。はい。まんま問題ありません。豆を入れっぱなしにして、使い方も一応できますね。豆を入れっぱなしにする方が楽は楽ですけども、豆の劣化が早くなります。はい、それではね、気になる清掃、どうやって掃除したらいいのっていうのがあると思うので、簡単に説明していきます。はい。用意するのはこういったブラシやったりとか、こういったカメラのレンズもね、こうシュクシュクってやるエアが出るやつを使っていきます。はい。まずはね、これをね、回して取ります。はい。この辺もね、粉とかついてることがあるんで、飛ばしてあげたりとか、で、粉を落としてもらったらいいと思います。で、中に、このバケツのなんかこう、取っ手みたいなのがあるんで、これを引き上げて、こう、回してもらうと簡単に取れます。はい。なので、こいつも、こんな感じでついてるんで、囲い箱の上にも叩いてもらって。で、これ、水洗い元気ですよ。やってもらうか、これでエアで、ピシャ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 って、綺麗にできますね。毎回めちゃめちゃ綺麗にする必要はないと思うんですけども、頻度を高めてもらったらいいんじゃないかなと思って。で、次に、この中なんですけども、こう、下にも繋がっているんで、ここもね、ブラシで綺麗にするなり、いや吹き付けて下に落とすなり、で、下の方にこう、全部落ちてくるので、これで綺麗になったはずです。はい。で、ボックスを、カチッというまで、はい、取り付けたら OK です。で、もう蓋も、この矢印がこの真後ろに来るように取り付けてもらったら、はい、完成です。で、これがね、ざっくりとした清掃の方法です。使い方はとてもシンプルに作られているので、清掃とかもだいぶ楽で簡単にできると思います。なのでね、豆を引くのも楽だし、清掃するのも楽だし、そして早く豆を引くことができるという電動グラインダーですね。はい、それではね、どんな人が向いているのかというのを最後に説明していくんですけども、まず大前提としてエスプレッソを入れるかどうか。ここが大きな分かれ目だと思います。なぜかというと、フェローのオプスはエスプレッソから水出しの幅広い引き目が引けるというのが最大の強みだと僕は思っているので、もし家に置いとくのであれば、エスプレッソを入れるかどうかが決め手になると思います。今はエスプレッソマシンがないけども、今後お家に導入していくであったりとか、そういった方が向いているんじゃないかなと思います。もしくは手押しのエスプレッソもあるので、そういったものでもエスプレッソの引き目というのが必要になってくるので、このグラインダーはとても価値があるんじゃないかなとは思います。例えばエスプレッソは飲まないんだけども、エアロプレスであったりとか、マキネッタのようなちょっと細めの引き目が必要になるんだけどもなーっていう方は、フラットバーの分でも十分マキネッタやエアロプレスの引き目ぐらいであれば、フラットの
刃のタイプのグラインダーでも十分対応できます。ただね、見た目的にこっちの方がだいぶスタイリッシュだと思うので、ちょっと見た目も気にされる方は、これ結構いいんじゃないかなと思います。で、1台で全てのその引き目をカバーしたい。例えばマルシェとかでコーヒーを販売していくのであって、この1台でエスプレッソもハンドドリップも引き入れるっていうのであれば、とても便利な器具だと思うので、で、このモーターもね、ものすごくパワーがあるモーターなので、連続で何回も引いても全然問題はないです。見た目重視の方であったりとか、いろんな引き目のコーヒーを飲みたいっていう方にはとても向いていると思います。はい、それではね、まとめに行きたいと思います。本日はフェローのオプスというグラインダーをご紹介しました。ついでにね、手引きから電動グラインダーにプラスで買いたいという方に役に立つような情報になればいいかなと思って、こちらのオプスという電動グラインダーをご紹介しました。このオプスはエスプレッソからハンドドリップ、エアロプレス、さらには水出しコーヒーなんか全ての引き目に対応できるとても優秀なグラインダーです。そして電動のグラインダーにすることによってコーヒーの豆を引くのがとても楽になります。そして時間も短くなります。なので、僕はね、重宝をとてもしております。毎日コーヒーを飲むのにだいぶ助かっていますので、もしね、手引きがね、そろそろ疲れたなとか思っている方がいれば、参考にしていただけたらなと思います。電動グラインダーはね、別に魔法の道具とかいうわけではないんですけども、コーヒーの時間をより楽しく、より確実に楽にしてくれるものなんで、手引きが好きな人もいれば、電動をした方が楽だと思う方もいると思うので、これからね、この電動グラインダーを選ぶ上に、この動画がね、少しでも参考になればなと思います。今日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ロイヤルブルーコーヒーでは自家焙煎のコーヒー豆やドリップパックを販売しています。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。